皆さん、こんにちは。英語を学ぶ音楽の先生、ローズマリです。見ましたか？こちら、2日目。XG の皆さん、素晴らしかったですよね。もう本当にね、実はですね、感動して涙がここまで込み上げてくるっていうのが何回もありました。しかも、鳥肌もまた、そう、ずっと立ってて始まった時に、本当に素晴らしいライブでしたよね。私たちの応援が届いたんじゃないかなって思うような皆さんの気合の入り具合。その一生懸命な姿を見てたら、本当に XG の皆さんって素晴らしいな、心が綺麗だなって思いました。みんなを喜ばせようっていうその気持ちがね、伝わってきたってことですよ。もちろん XG の皆さんが自分たちのライブを完璧にしたいっていうストイックさっていうものもあるんですけど、やっぱりね、観客、そしてオンラインで見てるみんなを喜ばせようと思わないと、あんな風にならないと思うんですよね。しかも、2日目っていうこともあってか、すごく楽しそうだったんですよね。そんな話もね、今からしていきたいと思います。よかったら聞いていってください。前回はね、生歌じゃないんじゃないか、みたいな疑いがあったということで、私もね、そんなに大きなことになってると思わなかったんで、自分なりに意見を述べさせていただいたんですけれども、それをね、払拭するような、いや、私たち違いますよ。違いますよっていうね、文句言わせないみたいなクイーンのね、存在感がみんなの体からブワーッと出てましたね。今回は前回とセットリストが少し違ってましたね。私実はね、ちゃんと聞いたことなくて申し訳ないんですけども、前回のセットリストに含めるのを忘れてしまった一番最初の曲。これって XG にとってすごい大事な曲なんですよね。へその緒 and XG っていう曲からね、始まったんですよね。で、もう、現れた時からすごい何かを感じてですね、私は。前回はすごかったんですけど、もうちょっと違う雰囲気だったんですよね。今回はですね、本当にみんなからなんか出てるんじゃないかなっていうオーラが。そして、ウォークアップになったんですけど、もうずっと鳥肌立ちっぱなしで、ラップにもね、すごい力入ってんなって思いましたね。で、多分マイクのバランスをすごくね、生歌の方を大きくしてあったんで、もう生歌感がすごかったですよね。で、2曲目の Girl Gang なんだけど、ここでですね、ハービーがすごいはっきり掛け声パンパンって出してて、あれハービーっていつもこんなに声出してたっけなっていうぐらいでしたね。ハービーがすごい聞こえてきたんですよね。それから次の曲の Left Right の時も、ジュリアがすごい高音バーンって出してて、なんかね、今回、いつもちょっと声が小さめに感じるメンバーたちがすっごい頑張ってるなって思いました。ハービー、ジュリア、そしてココナもね、彼女ってすごく雰囲気のある低音出すじゃないですか。その時の低音の凄みがね、私が今まで聞いた中で一番すごかったです。そして、ひなた。いつも冷静な感じで、あんまりわからなかったんですけど、今回はですね、映るたびに、もうずっと笑顔。こう、口角が上がってて。で、メイクも赤リップだったから余計目立ったのかもわかんないですけど、ずっとにっこりして歌ってて、で、しかも彼女って音程全然ブレないですよね。綺麗な声で、いつ自分の番が来ても、すごく綺麗な声なんで、これはやっぱりただものじゃないんだなって思いましたね。いつも、ジュリンとか、マヤとか、チサがすごく目立ってくるんですけど、私の中で。ただ、今回は他のグループのメンバーがすっごい自分の中に入ってきましたね。私たち可愛いだけじゃないんです。みたいな。私たち可愛いだけじゃない。やるときはやるみたいな感じでしたね。そして前回、傘がひっくり返ったりして危なかった In the Rain があったじゃないですか。今回はね、やっぱり中止になってましたね。最初からそのつもりだったのかもしれないですけどね。そして TGIF の時に登場した時に、衣装がね、前回のキラキラっとした宇宙の感じじゃなくて、ピンクを基調にした、とっても可愛らしい、女性らしい服装になってましたね。そしてパペットショーの後にもうすっごいテンション上がったんですけど、やってる XG の皆さんもテンションすっごい上がってるように見えたし、聞いてる方もめちゃめちゃテンション上がったのが、マスカラですよ。あれはですね、本当に、なんて言ったらいいんですかね。もうテンションぶち上がりみたいな感じでしたね。そして水分補給もね、結構今回はところどころでされてましたね。やっぱり乾燥しますよね、砂漠だしね。そして、ヌーダンスの時になんですけど、
ココナがマイク持ってやってる番だったんですけど、その時にマヤが隣で掛け声かけてて、その掛け声のかけ方が結構、いったれーみたいな感じだったんですよね。で、マヤが結構大きな声でやってて、結構しつこめにやってて、で、その離れた瞬間の顔見たらめっちゃやってやったぜみたいな。めっちゃ笑顔だったんで、ちょっと思わずスクショしました。ここは今回の一番の見どころでした。そして、Something and Rhyme も本当にね、音程も完璧すぎて、これはまあ生歌じゃないんじゃないかって言われてもしょうがないなってぐらいでしたね。ただ今回は前半にやってやるぜって皆さんすごく頑張ったと思うので、後半の方はちょっと疲れも見えたような感じがあったんですけど、でもやっぱりね、そこはプロですよ。本当にすごかったです。そして終わった後の歓声がまたすごかったですよね。もう観客がもう熱くなりすぎて、すごいことになってましたよ。もう今回コーチェラ2日目っていうことで、期待感も結構ぶち上がってたんじゃないでしょうか。というわけでいろいろありましたけど、そのいろいろあったことを私も一緒に体験させてもらうことで、もう本当にね、一本の映画を見たような気持ちになりましたね。見終わった後にね。まあそれもこれもね、あんまり私よくわかってないですよ。それを温かいコメントで教えてくださる皆さん、そしていろんな意見を言ってくださって、私に深く考えさせてくださった皆さんのおかげなんですよね。自分一人で勝手に見てるだけだったら、ここまでね、感動しなかったと思います。本当にありがとうございました。最後にですね、私がなぜこんなに XG について熱く語っているのか、その理由について話したいと思います。私はですね、実は K-POP っていうものはあんまり興味ないんですよね。だから、アイドルとして彼女たちを見てるっていうよりは、実はですね、音楽の方で好きになったっていう立ち位置なんですよ。私は洋楽が好きで、ずっと長いこと、ずっと長い間洋楽を聴いてきてですね、日本人が洋楽を歌うっていうことで、こんなに素晴らしいレベルで歌ってるグループってなかなかいないんですよ。っていうより多分日本人初だと思います。どうしてもね、日本人のアーティストだと英語の使い方がちょっと違ってたりとか、発音がちょっと日本人なまりだったりとか、いろいろあるわけなんですね。それか、宇多田ヒカルさんのように、海外で育って、英語はネイティブですよっていう方。そういう方だったら、英語で発信してる方いらっしゃるんですけれども、日本で生まれ育ったのに、英語で発信してる。あんまりね、自分の頭で浮かぶのは、ワンオクロックぐらいかなって、ちょっと他にもいらっしゃると思うんですけど、ここまでみんなに知られててっていうのがポイントなんですよ。私は日本人のアーティストってなかなか世界で活躍できないっていうのをずっと知ってるんですよね。まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、最近ちょっと様子が変わってきて、日本語の曲でもみんな聴いてくれるようになったじゃないですか。だからね、もうだいぶ変わりましたけど、昔は違ったわけですね。まああと、ベビーメタルもちょっとアイドルっぽい雰囲気だけど、すごい人気じゃないですか。まあそれとちょっと近いのかもしれませんけど、XG の場合はですね、私ヒップホップ好きなんですよ。R&B もね。なので、純粋に音楽を聴いてますね、いつも。XG の。まあ、全部聞いてなくて申し訳ないんですけど。だから私が XG のアルファズぐらいのファンなのかって言われると、ちょっと雰囲気が違います。で、彼女たちがオリンピック選手みたいに見えるんですよ。これ何回も言ってるんですけど、すごいなーって。訓練の量もすごいし、そしてそのまま世界に行っちゃうみたいな。いや、すごいなーって。まあ、でも、まあ、ちょっと言わせていただくと、まあ、年齢的にちょっと結構、彼女たちよりだいぶ上なんで、どっちかっていうと、サイモンさん。自分にとってサイモンさんすごいな、いいな、羨ましいなって感じです。自分もあんな風にすごい熱量の才能あふれる若者たちを教えてみたいなっていう気持ちがあります。それで今回思ったんですけど、結構 XG の皆さんが集える、みんなで XG について語ろうぜみたいな場がちょっと少なめですかね。SNS ちょっと見たときに。ちょっとわかんないんですよ。私本当にわかってなくて。分かってないのに言ってごめんなさい。なので、まあもしよかったら私の動画をね、そんな場にしていただいて、なんかこういうことについてみんなで話したいとか、リクエストがあればぜひコメント欄の方に書いてみてください。またそういう動画作ろうと思います。最後まで聞いてくださった方ありがとうございました。それではよかったらまた遊びに来てね。